その奥のさ袋があるでしょ。それサフラン。この前日本でいただいたの。今は全部入れなきゃいけない。そう、今全部入れなきゃいけない。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。さあ今年もこの季節がやってきましたよ。12月のスウェーデンに欠かせないルッセカット。今年は日本産の最高級サフランを使います。8歳息子くんが見せた成長と相変わらずのアクシデントを、そして最後は親子3人で楽しむルッセカットフィーカタイムまで、北欧の極夜を彩る動画、最後までお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパの日本産の最高級サフランで作る北欧スウェーデンのルッセカットシェナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんと息子くんです。はい、ということで毎年恒例ルッセカットの季節がやってまいりました。ルッセカットはどんなパンですか？息子くん説明できますか？ルッシンそこメイン？とパンの説明してください。パンの。パンは猫みたい。猫の尻尾。猫の尻尾に見える。猫の尻尾くるってなってるんだよね。で色はどんな色ですか？黄色。ということで今日は以前にもご紹介したスウェーデンのクリスマスには欠かせない黄色いサフランパンルッセカットを作ります。ルッセカットは12月13日のセントルシア祭に合わせて焼かれるルシアの猫という意味のほんのり甘いパン。このサフランの香りがスウェーデンの人にとってはクリスマスの香り。1年のうちで最も暗く日照時間が1日3時間ぐらいになるこのエリア。太陽のように黄色いサフランパンは心を明るくしてくれるのです。いつもこの時期になるとスウェーデンのスーパーではサフランがよく売られてるんですけど、たまたま今年日本に行った時にファンの方から日本産のサフランをいただきまして、よかったらぜひ使ってくださいということでいただいたので、すごいいい匂い。そうだね。毎年恒例のルッセカット作りですが、一応こちらと概要欄に材料の一覧を載せておきますね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。あなたじゃあこれいつも通り手洗ってよね。はい、手洗ってきて。はい。まずは生イーストを細かくします。これどこに入れる？そのもうぐるぐるするやつ。これ。息子くんにそれをやってもらっている間にみつパパはバターを鍋で溶かしに行きますが、ここで早速事件が。ちょっと少しだけ細かくしてバターを溶かしていきます。ねえすごい、ちょっと待って、なんでこんなことになってんの？ちょっと落とさないで。何が起きた？めっちゃこぼれてんじゃん。ごめんね。この中でやんなかったの？中でやってたけど、もしかしてもうちょっと乾いてたかな？もう少し、もう乾いてて、持ってる間に壊れてた。本当？なんかこうやって入れるの時には壊れた。今回使用するサフランは糸状のものだったので、少量の砂糖と一緒にすり鉢ですりつぶしておきます。じゃあこの中にこの2つのサフランを入れてください。全部？うわ、すごいいい香り。すごいいい香り。そうだね。見えるかな？いい香りけど強すぎる。本当？いつものやつより全然香りが強い。なんか香りの等級があるんだよね、サフランって。それでいい。それするとゴリゴリするとサフランがちょっと細かくなってきたね、赤いのが。これサフラン外に出ると色がついちゃうから気をつけて。すごい匂い。どうかな？これはいつも牛作ってるのカネルブラルより美味しくなるかな。ルッセカットってこと？いつものルッセカットより美味しくなるかなって。おお、すごいいい香り。いいの香り。いいの香りですね。はい。そしてここにブランデー今日なかったのでラムにします。今日はお酒入れます。大丈夫。お酒、あなたが食べる頃にはお酒は全部なくなってますから。もうほら色が出た。
美味しくってって入れての時にもイメージじゃなかった。お酒の匂いだからね。うん。すりつぶしたサフランを溶かしたバターの鍋に入れ、牛乳とドイツ語圏のフレッシュチーズクワルクも足し、人肌程度にまで温めていきます。ここにこれをまず逆手になっちゃった。おいちゃんと見ててよそれ。軽く溶かしたら砂糖、塩、卵を入れて混ぜていきますよ。わー、すごい強かった。何すごい最初ゆっくりやるつもりだったのにすごい強かった。ここに中力粉を入れ、生地が滑らかになるまで10分ほどこねていきます。もちろん手ごねでも大丈夫。今これぐらいで1回いいと思う。 OK、 今900入れました。レシピの量の9割ぐらいを初めに入れ、生地がベタつくようであれば少しずつ足していきます。こねればこねるほどグルテンが生成されて生地にまとまりが出てきますよ。おー、いいね。もういい感じで柔らかくなってる。でもこれがもう少し硬くなるね。これ見るのは結構楽しい。なんでかわかる？なんで？たまにここにはなんかここ出てくるでしょ、こういうの溶け。それあそこで押して外側に切って、でもただねあそこにいってるのものはここの後ろに行く。はいはいはい、なるほどね。あれは絶対にクロームしたいと思う。クラムしたかった。それ生地がね、生地はあそこの回ってるやつはこのやっぱり日本産のやつだからかすごい香りがいいね。いつもよりなんか香りが強い感じがする。あー、危ない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 、怖い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 。ちょっとまだ柔らかいかな。もう少し粉入れた方がいい気がする。こんな感じで生地の様子を見ながら粉を足していきました。そして約10分後。もうすぐ終わる。終わった。このさ、粉とさバランスが難しいよね。くっつきすぎると大変だけど、あんまり粉を入れすぎるとなんかパサパサした生地になっちゃうので、覚えてる？初めてさルセカット作った時。覚えてない。覚えてないよね。あの頃からさ君バーカするの好きだったね。今でも好き？今日すごい昨日から作りたかったもんね、これね。機械ごねの時も一応最後に軽く手でこねてまとまり具合をチェックします。ちょっとすごいね。こんなみたいになるのがいいの。もうちょい粉つけてもいいかも。すごいくっつくね今日。今回さすごいちょっとベタベタなんだよね、粉が。これがすごい。これはスーパーヒーローみたい。スーパーヒーローみたい？どういうこと？あ、みつパパまた新しいのついちゃった。なんか君の手についちゃった。それでもっとこの日はなんだかいつもよりベタついてしまったみたいですが、うまくいくのでしょうか。とにかくひとまとめにしたら容器に戻して OK、 この中に入れて発酵します。それの間に発酵してる間に何する？ちょっと片付けながら、あなたはなんかテレビでも見てたら？じゃあ生地が倍の大きさになるくらいまで一時発酵させます。だいたい30分から40分ぐらいかな。おお、すんげえ膨らんでる。一時発酵が終わった生地を成形していきます。指に粉をつけてむにゅって入れて戻ってこないね。めっちゃ膨らんだね。でグーにして潰してください。おー、OK。ちょっと激しい。ちょっとくっつくぐらいで、さっきみたいにベタベタではないね。で軽くこうやって潰しながら大きな一枚、大きな一つの塊に。そう両手使っていいよ。ねえねえ、おいしくなーれって可愛く言ってみて。言わんのかい。そっか、もう4歳じゃないもんね。あの頃はおいしくなーれって言ってたの覚えてない？僕の番。
美味しく美味しくなれ美味しく大きいけんなれよ大きい美味しくなるけんなれよで半分の半分の半分の半分にしよう。ここぐらいかな。最初は半分。どこぐらいの半分の半分。だけどちょっとずつやるから、まずこの大きさにしたら4分の1にしたらまとめて、またこの中に入れておきましょう。で4分の1ずつ作業します。そしたらこれ一番最初に使うんです。半分の半分の半分の半分にして4分の1にした生地を8等分にし、一度ボール状にまとめたら、それをまた紐状に伸ばして渦巻きルッセカットの形に成形します。これ切って、これもミツコは始めるね。結構大きいかも。これこのまな板の長さにしてた気がする。どう？違ったっけ？くるくるくるってやって、もうできたの。できたよ。早いでしょパもう少しかな。僕あんまりつけたらいいかな。こんながそう、手でやった方がいいかも。板の上より板結構くっついちゃうから。長っ。オッケー。じゃあどんな形にする？ねえ、カネレブッラとルセカットどっちが好き？ルセカット。あ、本当。今日は猫の尻尾の形だけですか？今日さ、ちょっとブリオッシュみたいなさ、丸いやつ作って、みつパパセムラっぽいやつ作ろうかなと思ったんだ。この前はなんか少しだけのこういうのをいっぱいあって、なんかこういうの長いの、なんかこういうのなんかパンを作ってた。なんか三つ編みのやつ？あれがやりたいの？できたらいいよ、別に。そしてということで息子くんのリクエストで三つ編みを作りましたよ。どう？こいない。れいい？今年太陽作るの忘れちゃった。まあいいか。何？太陽。これちょっと可愛くない？そして残り3本の紐ができた時、何の形にしようか2人は迷っているみたいです。じゃあもう全部普通のルセカットにしよう。 OK。これを、こうやって置いて、なんかこうやってルセカットオッケーオッケー、分かった。じゃあそしたら真ん中にちゃんと集めた方がいいかな。で、そしたらこうして、これも太陽に見えるからいいね。これめっちゃいいアイディア。お、じゃあ君それであっち、これでこっち側持ち上げて、落ちる。落ちた。ここで形を整えよう。じゃあ、ちょっとこれと離して、そうね。じゃあこれを一回二次発酵で拭いておきます。成形が終わったものから清潔な布巾を上にかけて生地を20分ほど休め、オーブンを225度で予熱をしておきます。二次発酵が終わったらラムに浸しておいたレーズンを渦巻きの中心に入れ込みます。本当は二次発酵の前にやっておくと良かったのですが、うっかり忘れていました。でもまだ大丈夫。そして溶いた全卵をハケで薄く塗っていきます。やりたい？卵。なんか毎年やってるからそんな特別感もないし、またこの季節が来たって感じだね。めっちゃ卵塗るの上手になったね。マムやったことあったっけ？さすがですね。あとでどうやって家のトラップを作るか分かる？またマイクラの話？わかりません。じゃあ一番最初のやつを入れてくるね。美味しくなるといいな。さあいよいよ焼成。
予熱をしておいたオーブンで7分から10分焼いていきます。そしたらこれをやる。うん、お願いします。でもこれはレーズンを入れるのとこれはいいな。いい？オーブン。すげえ飛び散ってるけど。1回目の焼成は中の様子を伺いながら焼き時間を調整。2回目以降はその分数で焼いていきます。発酵させすぎたかな。すごいね。大きいね。7分経ったけど、これぐらいでいいか。でもちょっと短めの方が、薄い方がリカパパは好きだから。さあ、綺麗な黄金色のルッセカットが焼き上がりました。焼けたら金網などの上で粗熱を取り、そして全ての生地が焼けたら完成です。できたよ、これ。見たい？食べたい。ちょっと味見する？じゃあちょっとだけ、半分こする？半分こしよう。もうすぐご飯だから。すごい残念そうな。 OK。 ふわふわ。いただきます。おいしい。すごいふかふか。今日はちょっとベタベタしてたけど大変だったけど、中はすごいしっとり。おいしい。ふわふわで、またご飯の後にリカパパと一緒に食べる。さあ、この後は3人でのフィーカタイム。さあ、ここからはリカパパも登場して3人でルッセカットフィーカです。ちょっと待って。クリームチーズ欲しい？リカ。でも僕は早く食べたいこのままでいいか今日。けど、いただきます。はい、いただきます。待てないね。どうぞ。美味しそう。どう？今日の今年のルセカットは。おいしい。本当？美味しい。でもサフランの香りはすごい強いよね。音立てて飲まないの。めっちゃしっとり今日。美味しい。もう他のやつは全部冷凍しちゃったんだけど、でもブリオッシュの丸いやつはちょっと明日セムラっぽくしようかなと思ってね。バーカした時に使ったラムレーズン少し余っていたので大人な食べ方もしてみましたよ。すごい美味しかったですよ。どうだったルセカット？美味しかった。よかった。明日の朝も食べるじゃんルセカット。お腹いっぱいだね。今日ご飯もいっぱい食べたから。ちょっと発酵しすぎた？結構1時も2時もちょっと大きくなりすぎたかなって感じはしたけど、なんで？あんま甘くなかったよね、あんまり。ちょうどいいと思った。本当。でもこのレーズンと一緒に食べるとちょっと甘くなった。でもなんかパンはふかふかではあったけどね。そうね。とっても美味しかった。発酵しすぎるとまたあんまりふかふかにならない時あるけど、意外と良かったのかなじゃあ。ふかふか感がすごい良かった。ちょうどいいかもしれない。ちょっと発酵すぎると、なんか甘さはちょっと低いめになる。その時は僕のおばあさんはパンをシュガーにちょっとディッピングしました。あれでペンスラするでしょ、卵とそれをシュガーになんかちょっと甘くなる。焼く前ってこと？焼いた後？ペンスラは後で。いつする？ペンスラ。ペンスラは焼く前に卵ペンスラする。本当？その時は持てないから多分上からかけるんじゃない？焼く前だったらね。じゃあ今日ちょっと早く寝た。もう寝た方がいいね。ごちそうさまする？ごちそうさまでごちした。そうさまでした。美味しかったです。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうみつパパ。これ持ってて。Vi kan sätta in i diskmaskinen.
ということで今日の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、そして動画制作の励みになりますコメントをたくさん残していってくださいね。Hej då! Sten, sax, påse. Vad blir det?